篠田史郎さん、当時15歳。爆心地から約 2km 離れた南町で被爆。警戒警報が出とったですからね。で警戒警報が解除になったんですよ、一旦ね、8時前に。それで8時から朝礼始まって、解除になったから今から仕事に移ろう言うんで、みんなが仕事に移ったわけですよね。その時にはね、飛行機がまだね上におったのを僕ら見とるんですよ、B29がね。それが過ぎてしばらくしてバーンいうのを避けた。それから僕らが工場に入って仕事に移る瞬間にダーン。だからもうあの時にはもうだから私らはまさかね、ああいうものが落ちると落とされると思わんし、隣がガス会社だったでしょ。でガスタンクがあったんです。僕はガスタンクの爆発だと思ったんですよ。それで私にちょうどついとった工員はそうですね、私と同い年か一つ上ぐらいだったでしょうね。それからその子がひどい目に遭いましたよね。ちょうど原爆に遭った時が私と一緒に仕事しとったんですがね。それで私はボールマンですから穴開けするんですがね、その穴開けするために鉄へ穴開けるんですから油差しをせに、その工員がそのたんびに油さしてこうくれるのが前におったんですよ。それといわゆる原爆が落ちた瞬間はもうちょうど工場ですから、ほとんどがガラスですからね、工場の。だからもう左側の方から窓から光線がね、もう瞬間がもってピカーッと光った瞬間は何も見えんぐらいに明るさになりましたからね。その瞬間で「あーい!」って言うた瞬間にドカーン言うて、私は隣に吹き飛ばされたんですよ。光ですね、強烈なかったということですよね。一瞬ですね。とにかくもうこっちの窓から、もうとにかく炎みたいにバーッともう明るくなってね。だからもう衝撃受けるようになしにもう吹き飛ばされてるんですから、僕自身がね。ちょうどね良かったのは、そこに大きな旋盤があったのを、その原爆の少し前に壁の奥へその機械を疎開させとったもんですからね、そこへ吹き飛ばされとった。それでじーっとしとったんですが、真っ暗ですからね。それで見えんのですよね。それでしばらくしてこう見えると「おーい!」いう声が聞こえるんですよ。それで「おいじゃあ見えんのよ」私おらんだ記憶があるんですよね。そうするとしばらくしてこう明かりが差してきたんで、こう上をずっと見ると、上の方に屋根の方にポカッとこう明かりが差し込んできる。だからもうどういう程度ですかね、もう倒れたあれを踏みね、天井向けて上がって、それで工場ですから、その屋根の上へ出て、ようようああ出た思うたんですが、出たら今度降りるとこどうしようかな思ったら、降りるとこまた探すことですよね。屋根の上ですからね。じゃあなんとか降りて、それで肘山線があるところにまで出たんですよ。出て行って、まだその時でもガス会社爆発しちゃうのでいうぐらいのことで、原爆が落ちたとか爆弾が落ちたとかいうのは一切感じてなかったですよ。外出たら人がね皆やけどでただれてね、服やなんかでももうボロボロでこうやって走ってくるのはね、もう見たけど何事かやの思うぐらいのことでね、ああいう
原爆とかいうことは一切考えんですし、爆撃に遭うてああなるんかのいうこともわからんし、とにかくもうみんながなんですよね、血まぐれで歩道をね走り寄ったのを今でも記憶してますよね。そうすると私と一緒に仕事しとった油させてくれよった工員がね「下野さん」って言うから「下野さん来いよ」って言うから電車道渡ったところに待ってくれとったんです。その時もう一人おったんですよね。その人のが誰じゃったかいうのが今記憶にはっきりないんですがね。で古川君が見たら血がこう出とるんですよね。どうしたん言ったら「こうなんよ」って言うんで頭を見せてくれたんです。そしたら頭へねちょうどこの指がね入るぐらいのね穴が入ってるいうのが、だから機械です、上の機械の鉄のあれが落ちてそれがこれ当たって穴が開いた。それから穴が開いてねああいうのは見ることめってないでしょうけどね、その後とにかくあんたはもう血もぐれじゃけ、僕はもう何箇所も今裸になったらもう傷もだいぶ薄れとるんですが避ける言うたらこう Y の字に避けるんですよね。ここが4箇所ね Y の字になって避けとる。それでそこから血が流れたんでここの頃バックルしとったんですが、このバックルは時にね、これ今はこれなんですが頃はこのくらいのメタルなんですよ。学校のね山陽のマークが入った。それがねこの皮とねそのバックルの裏がね血でひっついてね何歩引っ張っても離そう思っても離れんのです。それからもう切ってそれで離してそれでからその時はもう友達に紐をもらって紐にやり替えてそれでバックルだけは持って帰ったんですよね。とにかくねもう皮とあれとひっついてね血でそれからもう裏はねもう緑色でねもう外した跡がもうなんですよ。とにかく取れんかったですからねそれで友達が「肘山へ行きなさいや治療に」もう私も血もぐれちゃったですからね、そこから肘山は割と近いから肘山へ行ったんですよ。いやみゆき橋のですが今のようにもうこういうような人がいっぱい集まってましたよね。それでもう川の中はねみんな死体が浮いとるんですよね。もうあっちこっち死体がもう本当もうよう見んかったですね。最後はやけどした人ばっかりですからね、もう膨れ上がってね、もう皮膚やなんかが膨張してねもう皆死んだ人が流される。ポリボックスがあってそこへ人が原爆に遭った時に集まっとるのをよく新聞に昔で言ったんですよね。橋のとこでね。それからちょうど僕があそこを通る時もあんな感じだったですからね。うちから行くのもそれで今度はまた日赤行くのも通ったしね。それで今度何回もあそこは通ってます。落ちた日も23回あそこを通ってますね。家がもう潰れてなかったんで友達と2人で友達が宇品に家が健在だったんですよ。それであっち行って裸だったですからねシャツもらってそれで夜は泊まるとこがないんで今出島があるですよね。あそこがちょうど昔開発したところなんですよ当時に。それから何にもないところなんで防空壕だけがあっちこっちに掘ってあるんですよ。防空壕へ死体をどんどん入れてそこで焼いてそれから夜はもう炎がずっと
防空壕からね出よったですからね。でそこへの近くへ私も一晩は野宿そのままで休んだんですよね。横になっただけでほとんど寝とらんです。私らが宇品へからあっこる日に島へ帰る時宇品の方の川の出口なんかいっぱいだったですからね、死体置いとるの。7つの川ですからね、そういうとこから流れてあそこへ瀬戸内海に流れるわけですから、もう宇品の方は死体が大変でしたよ。この原爆いうのはね、経験した人間として言えることはもうとにかく核はもう絶対保有しちゃいけんということだけをね、どこの国にもね言うてほしいと思いますね。これから核戦争があったらもう地球はなくなりますよ。私はそう思いますね。広島でねあったことは二度とあってはいけんとねいうことはやっぱり後世にね若い人に経験させちゃいけんというふうに思いますね。